おはようございます。画家の小木曽です。今日の動画はですね、こちらとある方のお孫さんのお友達でしょうかね、素敵な笑顔の写真を送っていただきました。なかなか僕笑顔の絵を描くってことはあんまないんですけど、ここは思い切って笑顔を描いてみようということで描いてみました。結構大きな作りを初めの段階でどんどんと背景から攻めていって、形を出していって描いた50分ぐらいで描いた作品ですけども、すごくすっきりといい感じで水彩絵の具の良さみたいなのが出た作品じゃないかなというふうに思います。ぜひぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは本編どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。これはファブリアーノという紙のに描いていった作品でございます。笑顔、ここまでのもうダイナミックスマイル、素晴らしいスマイルですねの絵を描くのもほとんどないかなと思いますけど、これはこれでもうせっかく送ってきてもろたしね、すごいチャーミングな女性なのでぜひぜひ描かせてもらおうと思いました。ありがとうございました。もう Very good smile、 もう本当に楽しそうでございますよね。いいですね、羨ましい限りでございますよ。でこれなんかもかなり写真がこう近い、感じがしたのであれですね、だいぶ変えているところがあります。手ですね、手をやっぱりかなり小さくしました。でそこのところってなかなかこう分かりにくいかもしれませんけど、だいぶかなりねキャメラと近くなってたりすると手がグワンとでかくなりますので、そのあたりというのを変えておりますので、あそうなんやって気づかんかもしれませんけどですね、そのあたりはかなり変えております。で、大きな作りも背景から描いていきますね。もう本当にいつもこう背景から描いていって、この時ねもうちょっと顔のほっぺたのところの青さ暗くしとけばよかったなっていうのはちょっと若干もう一層塗ってもよかったんですけど、背景とのこう塗り分けみたいなとかですね、そこのところをお見せしたいなと思ったんで、車で多分ねお隣に座ってるこうパシャッと撮ってるからめっちゃ近い距離やと思うんですよね。で皆さんもそのあたりっていうのはもうちょっとこう頑張って離れてね、こうやって写真撮るようにしてみたりとかすれば、そしてここにボンとこう青を入れました。これちょっと遊びですね。ウルトラマリンブルーみたいなガシッと入れてみました。これはこれで綺麗なんちゃうかなと思って、これ塗り残ってビビッドな鮮やかな遊びです。そのまま同じ色を描く必要はもちろんないので、その辺変えてあげてもいいかなというふうに思います。そしていつものように大きな陰影を作っていきます。人間の人の肌ってねもう皆さんそれぞれなので、またそれによって少し変えてみたりとか、着てる洋服とか周りの環境、光の環境によって反射光って変わってくるわけですよね。おじさんこれ後ろ黒巻き効果といって緑のこう布があるんですけど、若干緑映ってる感じしませんか？私切り抜かれてますけどもちょっとこう緑が映ってたりしませんかねっていう感じで、その周りの環境によってこの反射光とかって呼ばれるものとか変わってきますし、稜線と呼ばれる線を描いていったりとかしています。で耳のまたピアスがねチャーミングでございますよね。この女性とあれですよね、ふわふわっとした女性、違う女性よね。洋服ちょっと違ったから同じかもしれんな。なこじゃないよね。なんかちょっと僕も若い人の顔が判別できひんおっさんになってきてるので違うよね。はい、違うと思いますけども、ちっちゃうね。ふわふわっとした眼鏡の子となんかお化粧の感じは似てるけど服が違ったし髪の毛全然違うかなと思ったけど、すみません。で、この辺なんかをこうね、ちょっとクリムソンレーキみたいなビャンと入れたり黄色ビャンと入れたりとかしながら微妙な調子を作っていきます。かなり思い切っていきましたね。今ビャンと赤をね、これぐらい入れてもある程度落ち着くんちゃうかっていうぐらいの気持ちでやってってます。これもある程度ですね、だいぶ人物描くのが面白くもなってきて、自分で言うのなんですけど良くなってきてます。まだまだ上を目指しているんですが、なかなかですねまだ思い通りにいかない点も多々ありますが、こんな風におっちゃんも成長していきたいので、皆さんもぜひね一緒についてきてもらえたらと思います。奥の目はもう背景の色をそのまま持ってきてますよね。あれ下地になってます。で手前の今描いてる方の目っていうのは今描いてる下地の色をそのまま持ってきながら描いております。いやーもうほんとベリーキュートダイナミックスマイルですよね。いいんですかこれで英語当てますか？本当にいいですよね。もう楽しそうですよね。おっちゃんも楽しくやってはいるんですけどね、若い頃もね本当にもう池袋上野を中心によくお酒を飲んで、アメリカってあんな飲み屋ってあるんですかね。日本のやっぱり今誇れることってもう本当にもうね給料も安いしねいろいろあれですけど食ですよね。やっぱね皆さんねどうですかね。
ね、どこの料理もどこの国の料理も食べれるし、まあ安いしね。もう今お腹空いたなって朝からずっと録画してますんでね、今2時間近くこう喋ってて、よう喋るわって感じですけども、何食べ行こうかちょっとね、嫁はんと言ってるんです。定食屋さんに行こうかちょっと言ってるんですけどね、定食屋行ってもね何でもありますもんね。弥生県に行こうかな思ったりしてるんですけどね、何でもありますもんね。もうびっくりしますよね。まあカツもあれば焼き魚定食、すみません唇ダイナミックスマイル、お昼食べ行こうっていう顔してはるような感じするからね、ちょっとそんな話してるんですけどね、何でもありますもんね。で本当うなぎとかもね、うなぎはあるか分からんけどうなぎとかもね、刺身生魚もね美味しいしね。でも外国の人がみんな一様に言うのがラーメンって言いますよね。ラーメンが美味しいって。でもうなんかすみませんね、こうお店の批判ではございませんのであれですけど、一蘭さんが人気あるんですね。まあ一蘭さんいろんなねこうあれしてこう味をこう自分好みに変えていけるから、それはぜひ本場の九州来たら豚骨だらけですよ。でもその中でも僕はどこがね、一元さんっていうところがまあ人気ありますけどね、佐賀やったらば僕はひろちゃんラーメンってとか好き。あんま言わん方がいいかな。なんか本当にこうめっちゃ小麦出して困ってるんですよね。はい、手のこう大きな土台を作ってってます。あと長浜屋っていうところの、ところのくっさい豚骨もん、あとねもうからしたすみません目を描いております。からしたかなのね、長浜屋とか、あとは長浜屋のそこのところの、ケンタッキーの近くのところの長浜屋も美味しいですよ。あそこのチャーシュー、あそこのお嬢ちゃんが僕の映画好きで展覧会とか来てくれて、で何回か図録持ってってあげたらなんかチャーシューだけくれですね。ありがとうございました。ぜひですね、あそこの長浜屋さんも美味しいし、医大の方に行ったね長浜屋さんも美味しいしね。あとはちゃんぽんもはい、今日はもうねもう絵の花すみません。でももう海外の人まずラーメンめっちゃ美味しいって言ってね、あと回転する寿司屋さんの寿司でも美味しいって言うからね、美味しいですよ。もう昔に比べたら全然もうねあれですもんね。昔の回転寿司もそこそこ美味しかったですけど、今もう本当ね、でこう耳とかの陰影を描きながらですね、ビビッとな色を入れながらですね、耳の、陰影とかをつけていっております。すいません、なんかね食べ物の話、あと何がなんかね何でも美味しいですもんね。九州美味しいですよ本当に。ラーメンが美味しい、東京でやっぱりラーメンが美味しいっていうんやったら、そらほんまのね九州来たらね毎日でもね食べはったらいいんちゃうかなと思いますけどね。下手すりゃ500円で食べれたりしますもんね。いやもうちょっと高くしてええんちゃうと思いますけど、500円ぐらいでねいろいろトッピングしたら800円ぐらいになりますけど、それでもねっていう感じですもんね。6ドルぐらいかな今やったらね、日本でね。向こうやったら2000円ぐらいするんでしょ、ね、2000円やったら飲み屋で焼き鳥も美味しいですよ。焼き鳥でチューハイと焼き鳥とか食べて3000円ぐらいですよ。だいたい20ドルぐらい。チューハイも 2,3 杯飲めますしね。飲み屋行けば日本酒もありゃ焼酎もありゃね、ごめんなさいねずっと適当な話ね。飲み物に関しても何でもありますもんね。ワインもあるしね。日本で作ってるワインも美味しくなってきましたね。昔よりもどんどん美味しくなってるの分かりますもんね。やっぱあれはそういうあと果物とかも美味しいですもんね。シャインマスカットとかもめちゃくちゃびっくりしましたもん。ある時食べた時、私が住んでる佐賀のシャインマスカットがこんなうまなっとんやとか思いますしね。イカも美味しいしね。この間牡蠣食いました。オイスターでございます。1000円10ドルでこんなでかい牡蠣を、すみませんずっとこれねスタジオ2層目でございます。もうこれね、こんなに関してはもう1層目もうちょっと強めに濃くしとけばよかったなっていうふうに思ってます。牡蠣もあるしね、あと竹崎ガニっていうカニがまた美味しい。あとはやっぱり、有名なところで言うと佐賀牛とかね、あんなん食べたら皆さん和牛って言うんですか、知りませんけどね。絶対もう食に関しては今もうねいろんなもんあります。世界で一番、あとねリーズナブルですもんね。一蘭さん高いですもん僕からすればね。一蘭さんも美味しいですよ。はい
で、今土台をもうちょっと暗くしとけばよかったな全体的にっていう風な思いをしながら2層目を塗っていってます。その1層目である程度まで持っていけたらやっぱり理想的なんですけどね、ちょっと躊躇しましたね。若い女性になるとね、若くないと躊躇するのかって突っ込まれそうですけどね、はい、怒られそうですけど、はい、思い切ってギュッギュッとこの辺りとかを塗っていっております。でこれぐらい顔の方塗ってきたらやっぱ背景の色がちょっと明るすぎたなっていう風になってくるわけですよ。だからその辺っていうのがしもたと思ったんですけど、やっぱ今回は一層である程度決めておいた方がおもろいかなと思ってですね、っていう感じなんですけども、何の話を延々としとんねんっていう感じですよね。今まででも人生で一番美味しく、そうね、天下一品とかも行かれてみたらね、びっくりして食えないかもしれないですけどね。でも僕は網走で食べた泥ラーメンっていうやつが今んとこだいぶ上位に来るな。面白すぎたんですよ。泥ラーメンって何って感じです。すみません。で、もう一回陰影をつけ直しながらも早送りでお見せしております。すみません。もうお腹が空きすぎてそんな話ばっかりになってしまいました。でドライヤーで乾かしております。完全にドライヤーで乾かして、おります。で少しぐーっと暗い色をこの辺りで、書き込みですねをしていきつつも、まず髪の毛あたりから描いてみて、よしこれに合うぐらいの髪の毛ですね描いていって、それとじゃあ目どれぐらいかな、もっと目がギュッと前にコントと後ろやから暗くしてもやっぱり前の方のコントラストによってですね、これだったら白目ですね、白目とあとは眼球に光これ塗り残してますけども、そのコントラストみたいなのとか、あと密度感ギュ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 ッとしてるところって目立つんですよね。でそういうところに目がいくかどうかっていうのを確認しながらですね、少し密度を上げていっているということでございます。すみません、もうラーメンの話とかしだしたらもうダメ、限界やな、もう一本取らんと思ってるんですけど、もうご飯食べ行こうかなっていう気分になってまいりました。もう本当にねぐーっと密度を上げていく仕事、そうね本当でも考えてみたらこういう YouTube とかにしてもね、プラットフォームいやーすごいなと思いますよ。本当にもうアメリカってすごいなとね、出てきたら潰すところもありますけどね、潰しちゃねみたいな雰囲気があったりするのもおもろいなと思うんですけど、もういつの間にか皆さんはネット通販でジャングロさんでね買って、もちろん日本の楽天なんとかさんとかもね頑張ってらっしゃいますけど、こういうYouTube なんかももうアメリカも世界とつながれるっていうところがねやっぱり嬉しいですしね、おっちゃんなんか嬉しいですよね。こういうところこれもう本当に神と透明水彩みたいな感じとかですね、ちょっと影のところに生えていくところの少し青系も感じさせながら最後にまつげブレンと描きますからね、もうびっくりしました皆さん、ブレンとね、描いていくというところもぜひぜひご覧いただけ、髪の毛とかもシュッシュッと描いていきますね。細いこの辺はやっぱりカクッとなってるのでちょっと柔らかくするために今拭き取ってます。でティッシュでポンと、そうすると少し輪郭みたいなね色がはっきり出ているところみたいなのをスーッと拭き取ってポンとしてね、はい何を言うとんねって感じが、この辺が水取れろと、激落ちくんみたいな、これ激落ちくんついに出しますぜみたいな、取れんかったからもう激落ちくんやと、ここにね水をつけて、でそこでシュッともう髪傷みますけどね若干ね、もう本当にこすっていくような感じ、これが一番修復っていうかね、もう本当に思い切って取れへんけどちょっと際のところとかをぼかすとかっていうのやったらこれがいっちゃええんちゃうかなっていうふうに思います。他方法皆さんあったらぜひ教えてください。おっちゃんようわからないので、教えてもらえたらと思います。という感じで光をギュ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 と入れたりとかしていってます。鉛筆で下書きというかこれも転写してますので、パステルで、なぞった線ですね。でそれをそのままやるんじゃなくて軽くね練り消しで消してます。今言うんかいって感じかもしれませんけど、練り消しで少し消して、おります。そしてギュギュッと後ろから決まっているところみたいなのをちょっと強めてあげたりしてグッと強めてあげて、それでによって手とかがもっと前に出てきたりとかですねいうところを作ったりとか、髪の毛をもう一回グッと暗くして、そして目とかグッと入れて、密度を上げていきました。
いやなかなか本当に素敵なもね手がやっぱり写真と見比べてみてもどうですか？写真があるのか、ですね。ちょっとちっちゃく描いてるの分かるかなと思います。そのまま描くとこんな感じね。変でしょこうやってね。変でしょね、分かりますかね。こういうところ細い線を入れていってます。これ最後本当にこう今なんかノーメイクの感じですけどね、これからバシッとこうね、若いからすぐできるんじゃないですか。ね、どうですか皆様、ご視聴されてる皆さんどれぐらいかかるんですか？10分15分でございますか？1時間2時間かかりますか？よく分かりませんが、この辺でねブランブレンとこうしていきました。ブレン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 とこう眉毛って書いてね、密度を上げていきました。この辺がなんかこう最後本当にお化粧するような感じみたいな感覚で面白いですね。やっぱね絵がガッと変わっていく瞬間みたいなのも自分自身でもこう描いていておもろいなっていうふうに思います。こういうふうにこう眉毛とかをジュ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 と描いていってですね、密度を上げていって、描いていっております。どうですか皆さん、この辺も下まずちょっと書いていくね。もう本当にすみません、ありがとうございました。だらだらとお話をしておりましたが、すみません、今日はもう完全に12時、ちょっと前なんですけど完全にお腹が空いてきたので、そんな話になってしまいました。アメリカの方とかね、外国の方も皆さんラーメンって言うそうですもんね。ぜひぜひ九州にも、なんで僕がこんな宣伝してるのかよく分かりませんけど、福岡はねもう本当にこう観光であれですけどね、もう本当にラーメンとかね、うなぎとかもいいと思うしな。佐賀もうなぎも美味しいんですよ。柳川って近いからもあるのかね。うなぎ本庄うなぎってとこも美味しいしね。あとねほんと牡蠣とかね、あとカニとかもカニ御殿とかぜひおすすめやねんけどな。竹崎ガニというカニ御殿っていうところの近くにある海上館っていうねところも何もないけどね、カニ食いに行くだけなんですけど、僕そこおすすめなんですけどね。とかね、あと嬉野の豆腐忘れてます。温泉豆腐美味しいですよ。嬉野今行きたいね。本当に湯豆腐食べに行きたいですね。ということでございました。すみません、だらだらとほとんど食の話になってしまいました。この動画よかったら、もう本当今日の良くないかもしれないですね。バッド評価についちゃうかもしれないですけど、よかったら、チャンネル登録グッドボタン、コメントいただければと思います。本日もご視聴ありがとうございます。もう食べ物の話ばっかりしてしまいましたけど、そう呼子のイカもそう呼子のイカ忘れてごめんなさい。呼子の人々もめちゃくちゃ呼子の本当に生きとるんですよ。あとなんか有明海のねわらすぼとかね、ムツゴロウとかもね、こうなんていうのあれとかね、かば焼きみたいなのとかもう刺身で食べれるとこもあるんですよ。以上でございます。すいません。ご視聴ありがとうございました。いかがだったですか？書けそうでしょ？誰でもできますよね。ぜひぜひ試されてみてはどうでしょうか。背景からね決めるときは緊張感を持って、ある程度一発でいくときは一発で決めるぐらいの気持ちで、されてみてはどうでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。チャンネル登録よろしくね。今年もよろしく。2号の